内において、一番小さな値というものが製造業でお勤めの方で、納期遅れが発生していないかどうかの確認を自動化したい。Excel を使えばできそうだが、具体的なやり方がわからないといったお悩みはないでしょうか。この動画では、Excel で納期遅れの有無を自動で確認する方法を知りたい。様々な Excel 関数を組み合わせて使う具体例を知りたいという人に向けて解説していきます。この動画では具体例として、納期一覧の表中に納期遅れのものがあるかどうかを自動で判別、表示してくれる Excel の作成を目指します。はい、今ですね、納期一覧という表で、コード、製品名、納期、個数といった形で、このようにデータが用意されているとします。早速なんですけれども、納期遅れがあるかないかを判別する式の最終形をこのセル D の2に書いていきます。はい。イコール if カッコ today カッコ閉じる大なりスモールカッコ D の4から D の11カンマ1カッコ閉じるカンマでダブルクォーテーション納期遅れありでカンマダブルクエーション2つカッコ閉じる。はい、エンター。はい、そうするとですね、こちら納期遅れありという判別ができるという Excel の式ができました。ちなみに、今はですね、2024年の9月の8日なので、この5日の分が納期遅れになっているというところです。はい。ちょっと目立ちやすいように赤文字にしておきます。はい。今ですね、実は3つの関数を使っております。1つ目が if 関数、2つ目が、today 関数、で3つ目がスモール関数となっております。はい、それぞれですね、説明を順にしていきたいなと思っております。はい、まず、if 関数なんですけれども、if 関数はですね、論理式、式が真の場合、式が偽の場合といった、3つの因数を使用して、作るような関数になっているんですけれども、例えばですね、テストの点数で60点以上なら合格、60点未満なら不合格という結果を Excel で自動判別したいというような時があったとします。はい。その時は、例えば、点数、仮にここで書いていきますと、判定で、例えばデータとして、このように、あったとします。はい。で、例えば、こちらの判定の欄にですね、イコール、if、括弧 b の15が大なりイコール60点だったら、合格と。で、そうじゃなかったら、不合格と。はい。はい。そうするとですね、それぞれ
合格か不合格かというところが60点以上かそれ未満かというところで判別されると。そういうようなことができるのが、if 関数ということです。はい。そうですね。で、次になんですけれども、today 関数というところですけれども、こちらですね。これは単純にですね、イコール today と、で、カッコ閉じるとすると、今日の日付が出てくるよと、そういうような関数になっています。で、ちなみにこの today に、例えばプラス3というふうにすると、3日後の日付が記入されます。はい。最後ですね、スモール関数なんですけれども、例えば、このような数字のいろいろあったとします。10から20、30、40、50とあったときに、こちらにですね、えーと、例えばイコールスモール、カッコの、この B の15から19の範囲で、カンマ1というふうにすると、10という値が返されました。でこれはですね、セルのこの B の15から19の範囲で、一番小さい数字を返すという命令となっているので、一番小さい10が出力されたとなっております。で、試しにですね、この2つ目の因数を1だったのを3に変えて、はい、エンターを押すと、3つ目に小さな数というところで30というのが返されてくるということになっております。はい。はい。で、今までですね、一通り if 関数、today 関数、スモール関数というのを見てきたんですけれども、ここで改めて最初のこの最終形の式に戻っていきたいと思います。はい。これでですね、まず、if の中に today ですとか small などが入っているので、この if が一番大きな枠組みを作っているというところが、まずは注目点となります。はい。で、if のこの最初のこの論理式のところにですね、結局、today 関数と small 関数が入っていて、代償比較を行っていると。で、これがtrue の場合は納期遅れがありという表示がされて、そうじゃないときは、何も表示しないよというような式になっております。はい。で、実際ですね、この論理式の中身を見ますと、today 大なり、スモール d の4から11の1というところになっていて、このスモールのところをまず、はい、見てみますと、この D の4から11の範囲内において、一番小さな値っていうものが指定されています。なので、ここでは、9月の5日から、10月の28日まで書かれていますけれども、この9月の5日というのが一番小さいので、それが該当していると。で、それとですね、today、本日現在の9月の8日を比較すると、9月の8日の方が大きいよということになるので、この論理式の方は、結局
true と、真の場合ということになります。よって、納期遅れありという文言が結局このセル D の2に、表示されていると、そういうことになります。はい。で、例えばこの9月の5日を、9月の9日というような、明日の日付にすると、何も出てこなくなるよというようなことになります。はい。でですね、例えば、こちらの式の方で、納期遅れにはなっていないんですけれども、3日後にですね、納期が迫っている製品が、あるので、注意が必要ですよと、そういうのをこの Excel で表示したいという場合はですね、ちょっと式を変形しまして、この today のところにプラス3と書いて、あと、この納期遅れありっていうところを、納期遅れ、例えば注意というふうに文言を変えますと、はい、納期遅れ注意というような表示ができるということになります。はい。このようにですね、いろいろと応用ができるような式となっております。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。